これは。すごいな。こんにちは、村田和です。塗装でメンテナンスしても雨漏りが続く屋根。なぜかスレート屋根の一部がありません。コーキングで処置した形跡はあるのですが、屋根がベコベコです。部分的な処置でまた同じことを繰り返すわけにはいきません。プランを変更し、屋根を解体することにしました。当初簡単に考えていた雨漏り修理がいつの間にか大きな工事に発展してしまいました。何としても直さなければ。反対側の面から板金屋さんがルーフィングを張っています。そしてルーフィングの上にカバー工法でガルバリウム鋼板をかぶせることにしました。こちらの屋根面はルーフィングがまだ張れない状態です。急いで屋根の下地を修復します。他の工事の兼ね合いで私たちに残された時間はあと半日です。最善を尽くします。雨漏りで折れてしまったタルキを新しく入れ替えます。75の35でいくか。鼻隠しと合わせる部分を斜めにカットします。タルキが乗る部分を屋根勾配で斜めに切り欠きます。これをタルキかきと言います。体勢が悪く思うように作業が進みません。軒裏も天井裏もむき出しの状態です。踏み外して修理が増えてしまうのは避けたいところです。慎重にかつ素早く作業に取り組みます。新しいタルキを差し込みたいのですが、既存のタルキは垂れるように収まっています。既存のタルキと同寸だと物理的にどうしても入りません。あらかじめ長めに切ってきた木材を少しだけカットし、タルキにビス固定します。あ、でも来てるよ。うん。タルキ専用のビスが理想ですが、今回は持ち合わせていないため、脳天にコーススレッドを2点打ちします。カメラマンが手元を撮影しやすいように意識して作業していますが、これが結構大変です。この日は前日に屋根を解体した時よりも暑く、湿度も高い日でした。もうすでにバテています。あ、すごい降ってる。雨降ってる。ヘルメットの中から洪水状態。雨が降ってる。アラフォー男の汗は爽やかさに欠けます。見た目ではあまりわからないかもしれませんが、足がかなりプルってます。きっと瓦屋さんは足の指先の筋肉が発達している気がします。慣れてない人が久しぶりに屋根工事をすると、足裏の皮がずるむけます。5寸勾配なのね。4寸5分じゃないんだ。あ、でもちょっと勾配きつい感じはしてた。タルキを差し込む、ただそれだけの作業なのですが、
なんだかすごいことをやってるように見えますね。もうちょい。うん。よく見たらこの1本だけヒノキなんですが、特に意味はなく間違って持ってきただけです。まとめて一度に切って取り付けないのは移動を最小限にしたいからです。また1本ずつ確実に取り付けることで足の踏み場が増えて作業がしやすくなります。雨どいを一時的にゴミ箱のように使わせていただいています。お許しください。私たちの動画では専門用語を一般の皆さんにも分かりやすい表現に変換しています。今回は少し大工的な表現を使っています。少しお付き合いください。たるき芯で屋根をカットしたつもりでしたが、かかりが少ないため横に1本高すことにします。後からたるきを入れているのでビスを斜め打ちして取り付けます。本当はハフからビスを横着して揉んでやろうと思ったんですが、角どいが邪魔で諦めました。たるきはベイマツを使うことが多いですが、カムアウトしたビットで思いっきり指をついてから自分はベイマツ材が嫌いです。アラで貼って後からケラバをまとめて切ろうと思ったのですが、足場が邪魔します。実は板金屋さんにずっと言いたいことがありました。その作業スペース、少し貸してほしいと。合板用の直角定規が足場に置かれていると邪魔になるため、切れ端を代わりに定規として使用します。マジか。20切らなあかんね。20。めっちゃアクロバティックなことしてるんですけど。もう怖ない。見てる方が怖い。1枚目はスレートではなく、軒先の唐草に合わせてカットします。この現場状況では撮影のよっちゃんも危険が伴うため、手元作業はできるだけ最小限に抑えています。の字合板は釘打ちが一般的ですが、今回はできるだけ道具を出したくないためビスで固定します。
前回の動画でも説明しましたが、この動画は安全対策に問題があり、公開を中止にしていました。批判やご指摘に対し、私たちに弁解・反論の余地はなく、真摯に反省し、改善したいと思います。しかし実際は、これはほんの一例で、YouTube で上げれない映像はたくさんあります。仕事は完璧にこなしたいのですが、ちょっとしたタイミングで方向性が変わり、現場調査や工事計画がイメージ通りにいかない時もあります。イレギュラーな出来事に振り回される時もありますが、それがこの仕事の面白さでもあります。今までは若さや体力でカバーして無茶をしないとやっていけない時期もありました。ただ40になり、今までのようにはいかないと感じる時もあります。独立してからは元請け一本でやってきました。理想と現実の狭間での葛藤は常にあり、永遠の課題です。建築業界が変化している中で、個人の大工がどう生き残っていくのか。僕のようなケースはほんの一例ですが、誰かの励みになったら幸いです。外せるんやでいいかなみたいな。真面目な話をしている途中ですが、ヘルメットのサイズさ、これってここ足りてなくない？俺いや、まだいけるんじゃないかな。もうちょい。もっとほんと深くあ僕は本当に頭がでかいんです。そういうことか。深さがってこと。いや機能してないんじゃないかなと思って。乗ってるだけみたいな。乗ってるだけだね。まるでカツラのような扱いをされます。43だけどな。心配だろうな。ずれ落ちないように気をつけながら作業再開です。既存のスレート屋根のレベルに合わせるために合板を二重に重ねることにします。上だけ切る。上だけ？あ？何？本当だ。切れてないよ。あ、今肌出た。だいぶ出た。うん、出た。2部ぐらい出た。あと干渉する場所ないやろ？ない。今回はの字合板を二重張りにしましたが、通常2枚目の合板は張り方向を変えたり継ぎ手位置をずらすことが望ましいです。今回は余裕がなかったため合板をわずかにずらして重ねました。雨が降るのでルーフィングを急いで張っていきます。たった一坪の範囲ですが、なんとか屋根下地を修復することができました。雨が降る前にルーフィングを張ればもう安心。のはずでした。やらかしました。よかったね。ちょっと疲れたんちゃう23キロのルーフィングが落下し、足場の踏み板で跳ね返って僕の車に当たりました。暑さと疲れ、さらにカメラを向けられたことで集中を欠いてしまったのかもしれません。工事内容が変わっても足場を組み直さず、メッシュシートを貼らなかったことに問題があります。自分の車はどうでもよいのですが、
ポストを少し壊してしまいました。ミスが起きても大事にならないよう対策を講じることは自分の責任です。このシーンはカットする予定でしたが、注意喚起と自身の反省の意味を込め、ありのまま流すことにします。板金屋さんにバトンタッチです。これは横断ルーフというガルバリウム鋼板の屋根材です。中に断熱材が入っており、軽量で耐久性に優れています。リフォームなどでも施工性が抜群です。ちょっとね、立ち上げなあかんね。中のあれ抜かなかそう。中にウレタンフォームが入っています。ケラバに差し込む部分を立ち上げています。あかんことないんやけど、施工上はなってないんやけど、横に走るとね、怖い。板金屋さんによってこういう見えない部分の仕事が違います。焼くものの収め方でその職人さんの性格がわかりますね。見えない部分もしっかり丁寧にやってくれました。屋根材がなくなり、塗装とコーキングでしのいでいたスレート屋根。下地を修復して新たにガルバリウム鋼板をかぶせ、雨漏りを完全に防ぐことができました。リフォームでは全てを理想的に完璧に収めることは至難の業ですが、直すべき箇所を修繕し、なんとかきれいに収まりました。屋根のメンテナンスはとても重要です。雨漏りを悩む方を今までたくさん見てきました。雨漏りが止むと、長い闘病生活が終わったかのようにほっとされる方が多いです。この屋根ももう安心です。しかし、まだ工事が終わったわけではありません。まだやるべきことがいくつか残っています。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。